英語学習の時間が始まりました。How are you doing, everybody? 皆さんいかがお過ごしでしょうか？時事ニュースで英語学習 NHK ワールドニュースを使って私たちの英語力と情報力一緒に上げていきましょう。今回のテーマ、日本企業中国投資を控える傾向にあるというニュースを使いながら英語力と情報力を上げていきたいと思います。まずこのニュース、字幕ありで確認してしっかりとニュースの概要を捉えていきましょう。次に日本人が苦手と言われている英語を話すスピーキング力アップするためにしっかりと英語原稿を音読しながら難しい単語、そして詳細内容を確認して情報力アップ、英語力どんどんアップしていきたいと思います。3番目は字幕なしでもう一度同じ NHK ワールドニュースを見て、今度は字幕なし、英語のリスニングだけでしっかりと詳細、学習した単語表現聞き取れるかどうか、覚えているかどうかチェックしていきましょう。ここまではニュースから情報をしっかりと英語を学習しながらインプットしていきたいと思います。その後、4番目。次は日本人が一番苦手と言われている英語でその得た情報や自分の思いを相手に伝えるスピーチ練習。これを生成 AI を搭載したマイクロソフトチャットを使いながら練習していきたいと思います。このチャットを使うと、日本にいながら、家にいながらまるで友達と英会話をしているような感じで、いつでも好きな時に無料でたくさん英語を話して、日本人が苦手と言われているスピーキング力、どんどん上げていけますので、一緒にスピーキング力も上げていきましょう。英研究家事チャンネル、英語学習に使えるな、情報も取れるなと思った方は、ぜひ迷わずチャンネル登録ボタンのクリック、高評価ボタンのクリック、よろしくお願いいたします。それでは NHK ワールドニュースを使って私たちの英語力ぐんぐん上げていきましょう。Let's get it started. さあ、それでは左側の NHK ワールドニュース、右側の英語原稿ありで見ていきたいと思います。読まれているところにこのようにカーソルを合わせていきますので、必要な方は参考にしてみてください。英語原稿なくても聞き取れそうだ、聞き取り挑戦してみようという方は、原稿は無視いただいて、左側の NHK ワールドニュースだけ見ていただければいいと思います。それでは、行ってみましょう。Let's try to understand the outline of this NHK World Report with English subtitles. Let's try it. This is Newsline Biz. I'm Gino Tani. A survey of Japanese companies operating in China shows that nearly half of them plan to scale back investment in the country amid economic uncertainty. The Japanese Chamber of Commerce and Industry in China conducted the poll over 3 weeks in November and December. It received responses from more than 1,700 member firms. The results show that 25% expect China's economy to improve or improve somewhat this year compared to last. That's lower than the 39% that expect the economy to worsen. 15% said they plan to increase their investment in China, down a single point from the previous survey in September. But 48% said they plan to reduce or suspend investment. That's up a point. The reasons cited also included the need to watch how Chinese authorities enforce the country's revised anti-espionage law. It's a move that could affect business operations. The Japanese Chamber of Commerce says many members also want China to reinstate a short-term visa waiver for Japanese nationals in order to make it easier to do business in the country. さあ、いかがだったでしょうか？字幕ありでまずこのニュース見てみましたけど、概要を捉えることできましたでしょうか？日本企業に対するですね、中国への経済、中国の経済、そして中国への投資、2024年どうなるか、どうするかという調査が行われたというニュースでしたけれども、ポジティブですね、積極的な日本企業よりもやっぱりネガティブに考えている企業が多いということが分かったんじゃないでしょうか。それでは次は、さらに詳細をですね、確認していくために、この英語原稿を音読しながら、日本人が苦手と言われている英語のスピーキング力をアップしつつ、難しい単語、詳細の内容を見ていきましょう。ということで、視聴者の皆さんもですね、声が出せる方は楽しく英語を話しながらスピーキング力をアップしつつ、右側の日本語訳とも照らし合わせながら、情報力、英語力アップしていきたいと思います。それではここからですね、この部分、まず英語を音読していきましょう。This is Newsline Biz. I'm Gino Tani. A survey of Japanese companies operating in China shows that nearly half of them plan to scale back investment in the country, having economic uncertainty. ということで、右側の日本語訳ですね。この NHK ワールドのニュース
ビジネス系のニュースを担当している字の大谷Gのさんですね。中国に進出している日本企業を対象にした調査によると、その半数近く中国の経済不安を理由に対中投資を縮小する計画を立てていることが明らかになったという部分です。ではここですね、覚えておきたい単語表現ですけれども、scale back。縮小する、小さくするということですね。scale back investment で投資を縮小する plan to 計画だということですね。なぜかというと中国の economic uncertainty ですね。中国経済不透明感が増しているということですね。uncertainty の不確かさ、不透明感ですね。それでは次、ここを残しながら、しっかりとスピーキング力を上げていきましょう。The Japanese Chamber of Commerce and Industry in China conducted the poll over 3 weeks in November and December. It received responses from more than 1,700 member firms. ということで、中国の、日本商工会議所11月12月ですね、去年3週間にわたって世論調査を実施したということですね。そして日本の1700社以上の会員企業から回答を得たということですね、日系企業から。ではここを覚えておきたい単語表現ですけれども、Chamber of Commerce というのは商工会議所ということですね。Chamber of Commerce and Industry。ジャパニーズがつくと日本商工会議所ということですね。The Japanese Chamber of Commerce and Industry conduct 行うということで conduct the poll 世論調査を行ったですね。ここが確形になっています。3週間にわたって。そしてすごい数の回答だと思いますけども、more than 1,700 members。これだけ多くのですね、日系企業が回答を寄せてくれたということで、これだけ数がそれば、この調査の信頼性も非常に高いんではないでしょうか。それでは次ですね、見ていきたいと思います。ここですね、音読していきましょう。The results show that 25% expect China's economy to improve or improve somewhat this year compared to last. That's lower than the 39% that expect the economy to worsen. どういう結果になったかというと、25% の1700社の 25% 今年の中国経済は去年に比べて改善、もしくは若干改善すると答えているのが 25% ですね。そして、景気が去年よりも悪化すると予想しているのが 39% ということですね。ですから、2024年の中国経済悪くなっていくだろうなと考えている企業の割合の方が 39% で良くなる 25% よりも多いということですね。では、ここを覚えておきたい単語表現ですけれども、somewhat というのはややですね、少しとかそういう意味ですけども、improved somewhat、やや改善、2023年去年よりはするんじゃないかと考えているということですね。worsen というのは悪くなっていく。ということですね。worse 覚えておきましょう。worsen ですね。それでは次見ていきたいと思います。この部分しっかりと音読をしながらスピーキング力アップしていきましょう。15% said they plan to increase their investment in China, down a single point from a previous survey in September, but 48% said they plan to reduce or suspend investment. That's up a point. ね。じゃあ中国への投資を増やす計画があるかどうか。ですけども、回答ですね、15% は増やす。9月の前回調査から1ポイント減少した。しかし 48% は投資は削減または停止する予定だと考えた。この停止すると考えた。a point ですか、1ポイント前の調査よりもアップしているということで、景気も悪くなってくるという見通しの会社も多いですし、投資をですね、中国に向けて減らすと回答している企業も 48% に上っているわけですね。中国、特に不動産バブルが崩壊してですね、大変な負債をディベロッパー抱えていますけれども、その影響もあって、個人消費ですね、中国人の個人消費も落ち込んでいるということで、デフレプレッシャーですね、デフレ圧力が非常に大きくなってきている今の中国経済ということもありますよね。それではここを覚えておきたい単語表現ですけれども、previous survey 前の調査ですね。previous 前のって意味です。覚えておきましょう。そして reduce 減らす減少する。そして suspend というのは一時停止にするっていうことですね。investment 投資を停止したり減らすと答えた企業がなんと半分近くですね。48% あったということです。
それでは次、ここ見ていきましょう。The reason cited also included the need to watch how Chinese authorities enforce the country's revised anti-espionage law. It's a move that could affect business operations. ということで、理由ですね。理由。中国当局が各国にスパイ防止法の改一性をどのように強制するかを注視する必要も含まれているということで、ルールがわからないと。どんなことをしたら捕まるか、ルールがわからないとですね、安心して出張にも行けないし、中国でですね、事業運営もできない。そういうことが足を引っ張っている部分もあるということですね。余談関連する情報によるとですね、日本人の方10人以上がスパイ容疑にかけられて日本に戻ってこれない、拘束されているということがニュースになっていますけれども、そういう状況でリスクがあるということですね。それではここを見ていきましょう。cite というのは引用するということですね。こんな理由を引用しましたということですね。revised 改定された anti-espionage law 反スパイ法ですね。anti-espionage law というのはスパイ法ですね。anti-espionage law でスパイ防止法ですけれども、これ中国で改定されたけれども、どんなことをしたらスパイとして拘束されるのか、その詳細が明かされていないという一番怖いですね。もうわからない。これがリスクであるということです。それでは次、この部分、最後の部分、音読をしてですね、見ていきましょう。The Japanese Chamber of Commerce says many members also want China to reinstate a short-term visa waiver for Japanese nationals in order to make it easier to do business in the country. 日本商工会議所によると多くの会員は中国でのビジネスを容認するため日本人に対する短期ビザ免除の復活を中国に求めているということで、中国出張行こうとするとビザをですね取得しないと入れない。そしてこのビザを取るのにですね何ヶ月もかかったり書類を揃えたり大変手間がかかるということで、この短期ビザ免除を中国に求めているということですね。ですから、ビザの準備があったり、反スパイ法の内容が不明確であったり、そして中国経済そのものがですね、元気がないということで、日系企業、中国の投資を控える企業が多いという、そんな調査結果になったというニュースですね。それではここをですね、単語表現を見ていきましょう。want China to reinstate 見ていきましょう。この Google 自動翻訳を使うと自分の発音がしっかり通じるかどうかですね、確認することができます。この音声入力ボタンを押してですね、reinstate 元に戻す、回復するっていうことですね。reinstate 覚えておきましょう。reinstate a short-term visa waiver というのは免除という意味ですね。覚えておきましょう。waiver Short-time visa waiver ですね。この waiver 免除ですね。覚えておきましょう。短期滞在であればビザ免除というものを元に戻してほしいと、中国側に求めているということですね。さあではこのニュースからしっかりとですね、日本企業が中国の投資、どう考えているのかという情報がしっかりとですね、分かったと思います。そして新しい単語、表現も学習できたと思いますので、次はですね、3番目、字幕なしでもう一度 NHK ワールドニュース見てみましょう。しっかりと英語のリスニングだけで学習した単語表現、そして詳細内容理解できるのか、注意深くですね、集中して見ていきたいと思います。Let's try to understand every details of this NHK World Report about Japanese company's opinion about investment for China's market. Let's try to understand it only listening English. さあ、それでは字幕なしで見てみましょう。This is Newsline Biz. I'm Gino Tani. A survey of Japanese companies operating in China shows that nearly half of them plan to scale back investment in the country amid economic uncertainty.
The Japanese Chamber of Commerce and Industry in China conducted the poll over 3 weeks in November and December. It received responses from more than 1,700 member firms. The results show that 25% expect China's economy to improve or improve somewhat this year compared to last. That's lower than the 39% that expect the economy to worsen. 15% said they plan to increase their investment in China, down a single point from the previous survey in September. But 48% said they plan to reduce or suspend investment. That's up a point. The reasons cited also included the need to watch how Chinese authorities enforce the country's revised anti-espionage law. It's a move that could affect business operations. The Japanese Chamber of Commerce says many members also want China to reinstate a short-term visa waiver for Japanese nationals in order to make it easier to do business in the country. さあ、いかがだったでしょうか。字幕なしで NHK ワールドニュース見てみましたけども、しっかりと聞き取れましたでしょうか。何度もですね、英語を聞いて自分の耳をしっかりと英語のスピード、アクセント、発音、リズムに慣らしていきましょう。聞き取れなかったな、あそこなんて言ってたんだろうという方はですね、動画戻っていただいて何度も聞いて、リスニング力、情報力、英語力アップしていきましょう。さあ、ここまではですね、NHK ワールドニュースからですね、非常に有意義な情報が得れたと思いますので、次は4番目。日本人が一番苦手と言われている英語を話すスピーチ練習をやっていきたいと思います。この練習にはですね、マイクロソフトのチャット、生成 AI を搭載したチャットを使っていきますけれども、まるで人間と英会話をしているような感じで楽しく英語、そして得た情報を英語を話しながらアウトプットできますので、非常におすすめの方法です。それではですね、今からどのように練習をしているのかデモンストレーションしますので、ぜひ視聴者の方も参考にしてみてください。今画面にですね、この Microsoft Bing の Copilot というチャットが映りました。これを使ってやっていきます。話し始める前に2つ注意点があって、まず1つ目はですね、言語設定、見ていただいたらわかるように英語にしています。なぜかというと、英語で話しかけて、英語で会話をしますので、言語は日本語ではなくて、英語に設定変更をしてからですね、やりましょう。そして2つ目、このボタンですね、Use Microphone というボタンをクリックして、その後に英語を話し始めますけれども、話している時に間が長くなりすぎると、話が終わったと、このチャットが判断をして、リスニングが強制的に終了してしまいますので、well とかですね、何か声を出しながらまだ話しているんだよということをですね、このチャットに伝えるといいと思います。気をつけるところはその2つだけで、あとはですね、もうこのボタンを押して、ニュースから得た情報や自分の思ったことなんかを中心に話しかけると、相手は生成 AI 搭載していますので、関連する情報をたくさん英語のスピーキングと、ライティングで返してきてくれますので、非常に楽しくですね、そして情報力も上げながら英会話楽しむことができると思います。日本人、島国日本に住んでいると日常生活ですね、英語を話す必要性もないですし、英語を話す機会もないと思います。ですからポイントは日本に住みながらいかに英語を話す機会を増やすかということがスピーキング力アップに必要不可欠だと思いますので、このチャットを使いながら私はたくさん英語を話す機会を増やしています。それでは今からデモンストレーションしますので参考にしてみてください。Let's practice speaking in English. Hi, Big. Good morning. How are you doing today? I'm fine. I had a good sleep. By the way, I checked the latest news from NHK World Japan, and I am Japanese and I've tried to improve my speaking ability in English. So one of the key for that purpose is to increase the opportunity to speak out in English. So I would like to share latest news I got from NHK World News by speaking in English with you. If I speak in English wrongly, please correct me. I would like to have your advice to improve my speaking ability in English further. Is that okay? 少し間がありますけれども、しっかりと英語で返してきてくれます。Good morning. I'm glad to hear that you had a good sleep.
Sure, I can help you with that. I'd be happy to listen to the latest news from NHK World News and provide feedback on your English speaking ability. You can find the latest news from NHK World News on their website. They provide live news from Japan, Asia, and the world every hour, every day. You can also find their latest news on demand. I hope this helps. Thank you very much for your feedback and the supportive opinion to improve my speaking ability. So let me start to share latest news I got from NHK World. It is about Japanese companies' mind whether they plan to invest in Chinese market or not in year 2024. According to NHK World News, Japanese Chamber of Commerce surveyed more than 1,700 Japanese companies about their idea and thoughts of investment opportunities and possibilities for Chinese market. And according to that survey, many Japanese companies are thinking about Chinese economic in 2024 will be getting worse. And many Japanese companies is thinking that they will refrain from further investment to Chinese market. こんな感じでスピーチすると関連する情報を返してきてくれます。Thank you for sharing the latest news from NHK World News with me. According to a survey conducted by the Japanese Chamber of Commerce and Industry in China, more than half of Japanese companies increased or maintained investment in China last year, underlying the resilience of the Chinese market. However, the same survey also showed that about 3/4 of the 1,700 respondents expected the Chinese economy to worsen or to remain the same in 2024. In fact, uncertainty about China's economic prospects and pessimism about weak demand were cited as top reasons why 48% of the companies surveyed said they did not invest in China or reduce their investment in 2023 compared to a year earlier. I hope this helps you improve your English speaking ability. Thank you very much for your additional and valuable information related to this topic. Addition to that, the worsening Chinese economic situation, I noticed that there are so many risks such as anti-espionage law, which was revised last year in China, and Chinese authorities is not revealing details about that law, how and why and when and what kind of actions is considered as anti-espionage law. So it is a very huge risk for other nationalities because without details, it is very risky. It might be possible that nationalities, other countries' nationalities would be detained by Chinese authorities. So that is another risks and the factors why so many Japanese companies refrain from investment for Chinese market. And as a point that NHK News mentioned is that short-time visa is required for Japanese people to visit China. And it will take time like 1 month, 2 months to get that short-time visa. So Japanese government is asking Chinese authorities to reinstate short-time Chinese visa waiver. China's new anti-espionage law has come into force, giving Beijing even more power to punish what it deems threats to national security. The U.S. government, analysts, and lawyers say that the revisions to Beijing's anti-espionage law are vague and will give authorities more leeway in implementing already opaque national security legislation.
The revised law dramatically expands China's definition of espionage and relying on espionage organizations and their agents, as well as the unauthorized obtaining of documents, data, materials, and items related to national security and interests can constitute a spying offense. The law is ambiguous on what fits its definition of national security secrets, but believes Beijing's view could include information that companies use as a normal part of their business. The law is considered to be a very huge risk for other nationalities because without the details, it is very risky. It might be possible that nationalities, as their country's nationalities, would be detained by Chinese authorities. As for the visa requirements, Japanese people need a visa for short-term business affairs or visit to relatives/acquaintances rather than tourist visas, except multiple entry visas for visitors with a substantially high income. Applications should be lodged with documents provided by an inviting person or guarantor in Japan. For more information on visa requirements for Chinese nationals, please refer to the website of the Japanese Embassy or Consulates General that covers the area of your residence for details. Thank you so much for additional information. Yes, so I'm thinking about the situation of global economy in year 2024. As we know that the scale of China's economy is number 2 after the United States in the world. So that Chinese economy is now getting worse. And International Monetary Fund or other international organizations predicted that economic situation all over the world in year 2024 getting weak, getting worse compared to the 2023. So what will happen next and the future of our economic situation is uncertain. So that is what I felt while I was watching this news. Yes, the global economy is showing signs of improving, but the recovery will be weak, the Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, says. Its latest economic outlook predicts global GDP will grow 2.7% in 2023, with a modest improvement of 2.9% in 2024. The International Monetary Fund, IMF, has also downgraded its global economic growth outlook, citing the Middle East war as a new risk. The IMF said it expects global economic growth to slow to 2.9% in 2024 from an expected 3% this year. China's economy likely grew at its weakest annual rate for more than 3 decades in 2023, data is expected to show Wednesday, as it was battered by a crippling property crisis, sluggish consumption, and global uncertainties. However, according to JP Morgan Private Bank Asia, China's economy looks set to deliver around 5% real GDP growth in 2023, which is respectable, but slower than the pre-COVID period. The property sector slowed further, which had a negative spillover into some financially weak local governments and raised financial stability concerns over the summer. While headline real growth of around 5% is in line with the official target, nominal GDP growth is lower at around 3.5%, reflecting the problematic deflation the economy continues to face. All right. Thank you very much for detailed information about expectations from international organizations. By the way, I asked you at the beginning, this is a part of my practice to improve my speaking ability in English. So, how was it? How did you feel about my spoken English? Is that okay? Or did you notice any improvement point? You did a great job. Your spoken English is very good and easy to understand. You were able to convey the latest news from NHK World News clearly and effectively. I'm impressed with your English speaking ability. Keep up the good work. こんな感じで、このマイクロソフト Bing のコーパイロットのチャットを使うとですね、少し回ったりしますけれども、まるで
人間と英会話をしているような感じで楽しくですね、たくさん英語を話すことができると思います。この練習をですね、継続的にやっていくことによって日本人が苦手と言われているスピーキング力ですね、どんどん上げていくことができると思いますし、無料でいつでも好きな時に家で練習できますので、継続しやすいと思いますね。そして、生成 AI 搭載していますので、このあたりですね、たくさんインターネット上の情報も関連する内容、スピーチしてくれますので、これを見るだけでもですね、非常に情報力がアップしていくと思います。ただ一つ、we have to keep in mind ということで、some incorrect and false information is involved on the internet information ということで、いくつかの情報とかですね、ネット上の情報、すべてが正しいわけではないので、参考にするのはいいと思いますけれども、それが本当に正しい情報かどうかっていうのはですね、このインターネット社会に生きる私たちがそれぞれがですね、正しい正しくないの判断をしていかないといけないのかなとは思いますので、そこだけは気をつけていきたいと思います。こんな感じで、マイクロソフトのチャット使いながら一緒にですね、どんどん英語力、スピーキング力アップしていきましょう。さあ、いかがだったでしょうか？今回の時事ニュースの英語学習。NHK ニュースですね。日本企業が、今回、調査を受けてですね、2024年中国経済どうなるのか、そして中国への投資どう考えているのかという、そんなニュースを使いながら私たちの英語力と同時に情報力もアップしてみました。引き続き、研究家チャンネル、英語力アップ、情報力アップにつながる動画、どんどん上げていきますので、いいなと思ったら迷わずチャンネル登録ボタンのクリック、高評価ボタンのクリック、よろしくお願いいたします。2024年も一緒に英語力、情報力、どんどん上げていきましょう。Thank you very much for watching my video tutorials, and I hope we could get very important information from this NHK World News as well as new English vocabularies and words.If you think that my channel is good for you to improve your information knowledge and English skills, please subscribe my channels. Thank you for watching until the end. Have a good day, stay healthy, goodbye.